どうも皆さんこんにちは。今日はストロボの話です。これ私が唯一持っているクリップオンストロボでゴドックスの V1 っていう製品なんですけれども、こちらにね V1F って書いてあるんですよ。この F は富士フィルム用っていう意味なんですね。なので私これ富士フィルムのカメラでしか使えないと思ってたんですけれども、実は他のメーカーのカメラでも使えるっていうことで、今日はねその話をしていきたいと思います。こちら私の先日の動画なんですけれども、この中で私のストロボは富士フィルム用なのでソニーのカメラで使えないんですよっていう話をしたら、多分使えますよっていうメッセージをいただいて、そのご案内いただいたやり方を試したら本当にね普通に使えたんですよ。このストロボ私の手元に届いてからだいたいね1年半ぐらい経つと思うんですけど、その間ずっと私これは富士フィルム専用だと思い込んでいたので、今回ね教えてもらってすごく助かりました。この動画を見ている方の中にもそのやり方知らないっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、今日はねそのやり方をシェアしたいと思います。今回私が使うのはこの5つのアイテムです。製品リンクはこの動画の説明欄に載せておきます。まずソニー α7 III、そしてゴドックス V1、そしてゴドックスのトランスミッター X2T です。ここではトランスミッターを使ってるんですけれども、もちろんトランスミッターなしで接続することもできます。今回は使用するアクセサリーの都合上、トランスミッターを使ったパターンを見てもらいます。で、この接続のために買い足したアクセサリーがあるんですけれども、こちらです。アダプターとシンクロケーブルです。どちらもね、高いものではなくて、1000円、2000円で買えるものです。まずはこのアクセサリーについて話しておきます。私はこの2種類のアクセサリーを買ったんですけれども、このアダプターの方は使うカメラによっては必要なかったりします。あとね、このシンクロケーブル、使うストロボやトランスミッターによってはこの先端の太さが変わってくるので、まずはね自分のストロボとかトランスミッターを確認しないといけないです。最初に自分のカメラにシンクロケーブル差し込み口がついているかいないかを確認します。ソニー α7 III にはその差し込み口がついていないので、このアダプターが必要でした。こんな感じでここにシンクロケーブル差し込み口がついています。で次、トランスミッターのシンクロコード差し込み口のサイズを確認します。このトランスミッターの場合はここに差し込み口がついています。ストロボを直接カメラとつなぐっていう場合にはストロボのシンクロコード差し込み口のサイズを確認します。私このストロボを今までここの面以外もうまじまじ見たことなかったんですよ。なので今回ねシンクロケーブル差し込み口って言われて、どここれついてないなと思って一瞬焦ったんですよ。で説明書と照らし合わせながらどこだどこだって探してたら、ここにねゴムカバーがあって、ちょっとねこれすごく分かりにくいんですよ。ここの下に隠れてました。でトランスミッターとストロボ両方の差し込み口を確認したんですけど、どう見てもね差し込み口の大きさが違うんですよ。でケーブルについて検索したら、このね差し込み口が 2.5mm っていうのと 3.5mm っていうのと2種類あるみたいです。おそらく今後も私はトランスミッターと合わせて使うことの方が多いんじゃないかなと思って、今回はとりあえず 3.5mm の方を買ってみました。ということで今回はトランスミッターを使った接続をご覧いただいています。今紹介したものを全部つなげるとこんな感じになります。トランスミッターを使わない場合はこんな感じで接続することになります。じゃあちょっと電源を入れてシャッターを切ってみます。めでたくしっかりつながってます。じゃあ他のカメラでも接続できるよねと思って同じ接続方法でニコン Z50 とつないでみました。もちろんねしっかり使えました。ということで今回はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方はぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。